こんばんは。新パイロットきよきよです。2026年5月1日、ついに大型アップデート島アップデート5が公開されました。本来はもう少し早くお届けするはずだったのですが、 AMD のフレーム生成機能といういわば映像の潤滑油の部分で土壇場のトラブルが発生し、このタイミングとなりました。今回の島アップデート5を一言で表すなら、シミュレーターの体幹を鍛え直す外科手術です。これまでのアップデートが部屋の掃除の模様替えだったとしたら、今回は家の基礎のシロアリ駆除と骨組みの補強に組み込んだ極めて重要なマイルストーンとなっています。今日は1000項目を超える膨大な変更点の中から、私たちパイロットの体験に直結するポイントを厳選して解説していきます。まず、航空機と兵器の大型改修、エアクラフト&アビオニクスアップデート4について、本来は島アップデート5とセットでの登場でしたが、こちらは数日遅れてワールドアップデートと同じ5月5日頃のリリースとなる見込みです。この AAU4 では ATR やアントノフといった5機の名機たちが2024の最新基準に合わせてアップグレードされます。最新のナビゲーションシステムアビダイン IFD も登場する予定です。すでにセスナ172には専用の枠が用意されているようですが、実際に動くのはこれからとなります。今は豪華なデザートが少し遅れてやってくるのをワクワクして待ちましょう。今回の島アップデート5での変化は目に見えない部分の安定性です。これまでの島アップデート4まではいわばメモリのやりくり上手になろうとしていました。テクスチャの読み込みを工夫してなんとかカクつきを抑えようとしていたんです。しかし島アップデート5は違います。フライト中に突然ゲームが落ちるクラッシュの元凶となっていたメモリ破損という深い部分のバグにメスが入りました。例えるなら、これまでは漏れているバケツに水を足し続けていたのが、ようやくバケツの穴を塞いだ状態です。これにより長時間フライトでの安定性が劇的に向上することが期待されています。また、森の木々や建物の生成ロジックも見直されました。特に東京・羽田のようなマイクロソフトフライトシミュレーター屈指の重い地域で目立っていたカメラを振った時や着陸時のカクつきが軽減されています。まだ完璧とまではいきませんが、泥臭い基礎工事をやり遂げたアソボの努力が伝わる仕上がりです。パイロットとして最も嬉しいのがデフォルト機体の飛び味と計器の精度の改善です。これまでガーミン G3000 などを使っている際、複雑な到着経路では、あれ、降下パスがめちゃくちゃだぞ、と焦ったことはありませんか？今回の計算アルゴリズムの再設計で、降下パスが非常に滑らかになりました。デフォルトの機体でも、高価なサードパーティー製アドオンに引けを取らないスマートな自動降下を見せてくれます。2024の小型機で感じていた強い風が吹く中で地上走行が氷の上を滑っているような感覚。これがタイヤの接触モデルとギアのスプリングの調整により改善されました。まるでスニーカーからスパイクシューズに履き替えたかのように、横風の中でのタクシングでしっかりと地面を噛んで走る感覚が手に入ります。島アップデート4で空気抵抗が強すぎて加速しないと悲鳴を上げていた737もエンジンの推力などの再調整が行われ、ようやく本来の力強い加速を取り戻しています。また、嵐やヘリコプターの地面降下にもユーザーフィードバックによる改善が入っています。キャリアモードでは長らくお預け状態だった大型貨物や
パワードリフト認証がついに解禁されました。これで実績、頑張り屋さんの取得が可能です。ただ、公式には修正されたことになっていますが、海外の情報によると、大型貨物の認証後にミッションが受注できない怪しい部分もあるようです。引き続きここは注視が必要そうです。そして、PlayStation 5版をお持ちの方にはビッグニュースです。ついに PlayStation VR2 がサポートされ、公式厳選の4機体がマーケットプレイスに登場しました。どれを選んでも良い機体ですが、特におすすめは操作がシンプルで初心者にも優しい H-Jet とマッハ 0.92 で大西洋も駆け抜けるサイテーション X です。M シーナリーなどではなく、最初から質の高い機体だったのが一安心です。今後はプレイステーションで問題なく動くアドオンが追加されていく予定です。最後に地味ながら嬉しい設定変更をいくつか挙げます。マルチや AI 機体に表示されるネームプレートですが、飛行機の他に船舶も設定できるようになりました。どう使うかは謎ですが、欲しい人はオンにしてみてください。また、ウォークアラウンドモードに出てくるハット表示についても、表示・非表示を切り替えることができるようになりました。空港内を自由に走り回る作業車を消せるオプションが追加されました。もし着陸中に車両が入ってくるなど、没入感を邪魔されたくないという方には最高の機能です。最後はキーボードのショートカットです。デフォルトの設定を2024の設定にすると、オルトプラス1から6で、ネームプレートやタクシーリボン、乱気流の様子などを瞬時に切り替えられるようになります。また、VR 環境下でのツールバーの表示が左コントロールに変更されました。新しくデフォルトをもとに設定を作り直す場合は注意してください。今回の SIM アップデート5は、派手な新機能よりもシミュレーターとしての基礎を鍛える内容でした。バグ修正という苦いプロセスを経て、メモリの根本的治療に踏み切ったことは、2024が今後長く続くプラットフォームになるために、絶対に避けては通れない道だったと言えるでしょう。皆さんの環境では、今回のアップデートでフライト体験はどう変わりましたか？劇的に軽くなった、あるいはまだここが気になるなど、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。皆さんの空の旅がより安定したものになることを願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。良いフライトを。